こんにちは。まずは今回の内容です。戦後の決定打はアニメ。1、高度経済成長との関わり。2、ユリを発展させたもの。3、ユリが進化する原動力となったアニメ。動画の最後にこの3つが何だったのか答え合わせするよ。ということで今日は当時憧れの住宅だった団地から当時のヒット曲を BGM にお届けするね。前回のビデオではユリジャンル誕生の原点についてお話ししたね。今日は戦後のユリジャンルについて話していくんだけど、その前にこの時代の大前提となる高度経済成長について触れておくよ。1945年以降、日本の社会は大きく変わったよね。戦争が終わり、そして経済復興へ。さらに1955年から1973年までの約20年間は高度経済成長と呼ばれ、経済成長率が年平均 10% 前後も達成していたんだよ。重化学工業分野の技術革新や国内市場の拡大、そして固定為替相場制のもと1ドル360円という安い円相場による輸出拡大、海外資源の安価な輸入などが背景にあったね。それに対して最近の経済成長率はどうなの？ 2022 年の日本の GDP 実質成長率は 1.2%、前年の 2.6% っていうのも低いけど、それと比べても明らかに低い成長率よね。私の胸の成長率の方が大きいくらいよ。おー、空のおかげでね。はあ？何言ってんの？だっていつも空ったら。もう進めるよ。このように戦後は社会全体が大きく変わっていったよ。そうだね。戦後すぐは暗い時代もあったけど、気持ちを切り替えてすぐに復興に取り組んだので、10年ちょっとで見事な復活を遂げた日本。当時の人々には本当に頭が上がらないわ。復活どころではないよね。めちゃくちゃパワーアップして世界を驚かせたんだもの。欧米諸国も日本を無視できない存在として認め始めたよね。そして世の中全体がいろんな意味で活気づいていった時代だね。国連への加盟や最初の東京オリンピック開催もこの時期だよ。そんな中でユリジャンルもまた進化していったんだよね。これまで見てきたようにユリはレスの関係として始まったわけだけど、その後少女雑誌の中に少しずつ取り入れられてきたのよ。特に顕著だったのが1955年から1964年の少女雑誌ブームの時期だよね。そうだね。馬歴で言うと昭和30年代だよ。その時期の少女雑誌は少女クラブや少女ブックなど多くの作品がユリ要素を含んだ内容で溢れていたわけ。つまり戦後社会全体が豊かになると娯楽もどんどん進化してユリジャンルの描かれ方も変わってきたというわけで、具体的にはどんな作品があるの？例えば手塚治虫氏のリボンの騎士だよ。1953年昭和28年少女クラブの1月号から連載が始まったリボンの騎士。それまでは読み物が中心だった少女向け雑誌に笑いだけではなく波乱万丈なストーリー性のある漫画を手塚治虫氏は持ち込んだの。あ、リボンの騎士なら知ってるわ。あらすじはこんな感じね。ソファイアは王子として育てられているけれど、本当は女の子。天使のミスで女の子の体に男の子の心が入ってしまったお姫様が誕生してしまったの。そのソファイアは世継ぎのいない王国で男の子として育てられるんだけど、大臣たちはソファイアが本当は女の子であることを暴こうとする。そんな王国にはびこらくに黙っていられずに、ソファイアはリボンの騎士へと変装して正義の剣を振るうのよね。ちなみにリボンの騎士のテレビアニメシリーズは1967年に放送されたよ。その新しい設定が新たな物語の中で様々な視点や交流を描くための手段となって、そしてそれはさらにユリジャンルに新たな可能性をもたらしたのね。つまり少女雑誌の時代がユリジャンルの発展に大きく寄与したんだね。そうだね。ユリジャンルの物語やキャラクター設定には今もなお女性キャラクター同士の深い絆や感情を掘り下げるための新しい視点やアイデアが探求され続けているよね。今回のポイントをまとめると、戦後の社会状況の変化とともにユリジャンルも進化し、特に少女雑誌ブームの時期にはリボンの騎士のような新しい風が吹き込んできたということだね。そうだね。では今回の内容の答え合わせだよ。1、高度経済成長との関わりは？社会が豊かになり娯楽全般が発展した。2、ユリを発展させたものは？少女雑誌ブーム。3、ユリが進化する原動力となったアニメとは？手塚治虫氏のリボンの騎士だったね。では次回はさらにユリジャンルがどう進化していったのか、1970年代のユリ族の誕生と少女漫画について話していくよ。楽しみだね。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。私たちもこの後空とお楽しみタイムなの。もう余計なこと言わなくていいの。今回言及しているユリジャンルとは現在のユリジャンルの原点となったものを指しており、この時代にはまだユリジャンルは確立されていないとされています。